ご機嫌いかがでしょうか。私は長年大学で化学反応を伴うシステムに対して理論と実験を駆使しながら研究を行ってきたものです。日本を含めて世界中で数式モデリングのような理論的研究を軽視する傾向があります。そこで本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しております。今日は数式モデリングとは何かについてお話しいたします。数式モデリングとは、与えられたシステムまたは現象に対して競技には数式モデルを作ることであり、講義にはこの数式モデル構築と得られた数式モデルを使ってシステムの特徴を明らかにすることであります。ところでシステムとは一体何なんでしょうか。ここに例として3つの要素からなるシステムを示しています。各要素は互いに影響を及ぼし合っていますが、場合によっては独立して存在する要素が含まれていることがあります。すなわち、システムとは同じ機能、類似の機能、あるいは異なる機能を持つ要素の集合体ということができるでしょう。システムの代表例は地球です。地球には動物、植物、微生物など無数の要素が互いに影響を及ぼし合いながら生命維持を行っています。また、それぞれの生き物自体も多くの要素からなるシステムです。さらに生き物ばかりでなく、自動車、パソコンのような機械も多くの要素が集まって動作するシステムです。このようにシステムと呼ぶことができるものは無数にあります。私の動画チャンネルでは、主に化学反応または生物化学反応を伴うシステムを対象として、数式モデリングの方法を説明しています。数式モデリングはおよそこの図に示す流れに沿って進みます。最初に数式モデリングの構築を行います。ここではまず検討するシステムに対して数式モデルの式を作ります。数式モデルはモデル式とも呼ばれます。数式モデルとは何かについては後の動画で詳しくお話しいたします。次に式中のパラメータを実験データから決定します。実験データがなければ理にかなった数値をセットします。続いて構築した数式モデルを使ってシステム解析を行います。これによりシステムの特徴を明らかにします。システムの解析の具体的な方法は後の動画でお話しいたします。それでは数式モデルを作成する手順についてお話しいたします。今、特徴を明らかにしたいシステムがあるとします。数式モデルの作成は最初に実験データがある場合とない場合とで少しばかり異なりますが、基本的には同じ流れで進みます。最初にシステムで起こる物質の移動や化学変化を含めてシステムの概略図を描きます。次に変数パラメータを記号で書き込みます。変数パラメータの単位を設定します。立式を容易にするため、常識的な範囲内で操作条件などに仮定を置きます。物質収支に基づき式を設定します。この時得られる物質収支式は微分方程式の形で与えられることが多いです。実験データがあれば、これを使って式中のパラメータを決定します。実験データがなければ、数値を任意に設定します。モデル式をコンピューターで解きます。実験データがあれば、計算結果が実験データと一致するかを確認します。一致しなければ式を修正し、同じ操作を繰り返します。一致すれば、数式モデルの完成となり、完成した式を使ってシステムの特徴を明らかにします。容器へ給水を行うシステムを例として数式モデルを作ってみましょう。今、縦方向の断面積が一定の容器へ給水します。
しかし容器の底に小さな穴が開いており、そこから水が流れ出しています。では、容器内の水位はどのように変化するでしょうか。最初にここに示すようなシステムの概略図を描きます。この時、水の流れを矢印で示すと、その動きが分かりやすくなるでしょう。次に、変数、乗数を記号で書き込みます。蛇口から容器へ流入する水の体積流量、すなわち流入速度を V イン、容器から流出する水の体積流量、すなわち流出速度を V アウトで表します。また、容器の断面積を S、はじめの水位を W0、時間が t だけ経過した後の水位を W と表します。ここで割り当てた記号は、それが何を表しているのかを直感的に判断できるようにするため、できるだけ該当する英語の専門用語の頭文字を使います。このルールについては、後の動画で詳しく説明します。ここで S は乗数ですが、W は変数であることは明らかです。また V インは一定ですが、V アウトは水位に応じて変化します。これは水位によって容器内の水の重量が異なり、容器底部の穴から水を押し出す力が変わるからです。次に、割り当てた記号の単位を考えます。単位についても、後の動画で詳しく説明しますが、ここではとりあえず図に示すように設定します。続いて、操作条件に対して仮定を置きます。V インは厳密にはわずかに変動するでしょうが一定とします。これは暗黙の仮定です。V アウトは水位とともに1式に従って変化するとします。ここで AB は実験により決定される乗数です。水位は最初に W0 にあるとします。次に物質収支を取りながら式を設定します。物質収支の基本式は着目する物質、ここでは水に対して2式となります。この例題では容器内の水は化学反応などでなくならないため、消失速度は0となり、可式を得ます。これにより3式を得ます。実験データがある場合、3式中の A と B を決定します。ない場合には任意の値を割り当てます。今、実験乗数 B が0または1以外の場合、3式に対する解を解析的に求めることができません。そこで、3式をコンピューターで解きます。実験データがある場合、計算値が実験データに一致するかを確認します。一致しなければ、物質収支式を再検討し、同じ操作を繰り返します。計算値が一致したならば、得られた式を使ってシミュレーションを行い、システムの特徴を明らかにします。これにより解析を終了します。特別なケースとして b イコール1の場合を考えましょう。微分方程式は4式のようになります。本式は解析的に解くことができ、その解は5式のようになります。時間が十分に長くなると、容器への水の流入速度と流出速度が等しくなり、水位は一定となるはずです。この値は、5式中の時間を無限大と置くことにより、6式のように与えられます。ここで星印は定常状態における値であることを意味します。この時、V アウトは6式から7式のように与えられます。ここで重要なことは、V アウトが水位の変化とともに A×H スターまで増加または減少するということです。一方、V インだけでなく V アウトも一定であるときについて考えてみましょう。この状況は実際の物理現象と異なりますが、とにかくやってみましょう。今、水位は一定の速度で増加します。この時、蓄積速度は一定であり、8式で与えられます。
また、物質収支式は旧式のようになります。旧式を W について解いて整理するならば、t 時間後の推移に対して10式を得ます。この式について少し考察してみましょう。推移は10式中の v-in-v-out が正の時増加、負の時減少します。ここではこの値が正である時の10式について考えます。t イコール0の時 w は w0 となります。これは初期条件を満足しています。2の時刻における w は t に数値を入れることで計算できます。しかし、w は t とともに無限に増加することがわかります。これは推移が高くなっても v-out が一定位置を取り、v-in と v-out の差が縮まらないからです。この結果は、v-out が一定であるという仮定に矛盾があることによります。実際には水位が高くなると容器内の水の重量の増加で v-out が増加し、水位は v-out が v-in と等しくなったところで停止します。この矛盾する仮定の下で行った解析は一見無駄なように思われます。しかし、このような解析を行うことはシステムの特徴をより深く理解するのに役に立ちます。以上、今回は数式モデリングの基礎、数式モデリングとは何かについてお話ししました。その内容をまとめます。数式モデリングとは、競技では数式モデルを作ること、講義ではこの作成に加え、数式モデルを使ってシステムの特徴を明らかにすることを意味します。また、数式モデルの作成はシステムの概略図を描くことに始まり、いくつかの作業を行った後に数式モデルを使った計算結果が実験データに満足する範囲内で一致したとき完了します。今回のお話はこれで終わりです。しばらくは基礎的な話をすることになりますので、退屈するかもしれませんが、数式モデルの作成においてとても大切なことばかりなので粘り強く聞いてください。それではごきげんよう。